優雅な朝にネスカフェゴールドブレンド。はい、ヤッホーみんな生きときまるです。今日は質問回答コーナーしていきたいと思います。定期的にやってくるこの質問回答コーナー。コメント読み上げレディオ。コーヒーでも飲みながらラジオ感覚でお聞きいただけると幸いです。はい、何かしながらで大丈夫です。で、ちょっと字幕もつけてますので、なんか気になるとこだけ見てもらっても大丈夫です。淡々と読み上げて、そして、質問に答えていきたいと思います。その前にちょっと近況報告で、今日も久々に朝ね、ヨガをやったんですけど、今日はレッドクラスって言って、先生のカウントに合わせて、動くクラスをやりました。はい。で、アシュタンガヨガの練習では、そのマイソウルクラスっていう自分の自主練と、その先生のカウントのクラスっていうのが、複合的にあるわけですけど、僕は結構その家でやることが多いので、結構マイソウルばっかりやってたんですよね。そしたらやっぱりレッドクラスの回数が少なくなって最近できてないなと思って、で、それでやってみたらやっぱりね、きついんですよね。いつもやっぱり自分でやってると自分の癖みたいな、で、カウントの長さとかがこう決まってくるんで、それにやっぱ自分のこう心地いいのにこう慣れちゃうっていうのかな、があるんで、やっぱりたまにはね、レッドクラス入れた方がいいなと思いましたね。伝統的な方法では入れるのが当たり前なんでしょうけど、そんな感じです。ヨガの練習をしたって話。あとね、最近はね、お酒ほとんど飲んでないですね。ちょっと前に町田光さんの本を読んだんですよ。シラフで生きるっていう。すごいなんか、文学っていうか、小説みたいな本なんですけど、結構長くいろいろ書いてるね。なんかあの中で気になったフレーズがあって、それは人生っていうのは、そもそも寂しいものだっていうか、つまらないものだみたいな。ちょっと正確にどういう風に書いてたかちょっともう忘れちゃったんですけど、結構前なんで。わびしいものだったかな。だから、その、酒を飲むってことはもう負債にしかならないってことを言い聞かせて、その人はもう完全にお酒をやめたっていう。もうそれまではむちゃくちゃの酒飲みだったんですけどね、その人はね、町田さんは。音楽をやっていて。で、その、どういうふうにやめたかみたいなことが書かれているんですけど、すごく興味深かったです。いろんな考え方、いろんなやめ方があるなっていう。でもね、確かにその負債になるっていうのは、わかるんですよね。やっぱマイナスでしかないんですよ。その一時的な高揚感とか、その酔いの気持ちよさっていうのはあるんですけど、でも、その分、身体へのダメージがね、もう深いダメージが重なるわけで。で、もともと、酒を飲まなくても人生っていうのは、もう、たかがね、80年とかね、70年とかで、もう一回終わるわけじゃないですか。で、その中で酒を飲んで、一時的なその、心地よさを求めるっていうのは、もうちょっと酒の話はよそう。はい、もう Q&A 入ってこう。酒の話はよします。はい、前回の Q&A でいただいている質問ですね。コメントです。好きな〇〇ランキングをいろいろ聞いてみたいです。好きな場所、本、音楽など、時丸さんの価値観に影響を与えたであろう、ものやことについて興味があります。はい、ありがとうございます。これね、難しいですね。ランキングっていうのはもうむちゃくちゃあるんで。場所、本、音楽、むちゃくちゃあるんで、ちょっとランキングにするのは難しいかな。だからたまにこういうふうに喋ってる時にこう出てくるものとか、あるいはもう常にそれアップデートされてるんでね、もう週に、多い時は2冊とか3冊ぐらい本読むんで、なんかそのランキングとか変わってくるんですよね。だからもう結構むちゃくちゃ、難しい、この質問っていうか。でも、言えることっていうのは、やっぱりその大きな節目みたいなのは多分あると思うんですよ、誰にでも。で、自分の場合は、音楽はもう完全に、ジャパニーズポップス結構早かったんですよね。もう幼稚園とかぐらいから、一番最初に買ったアルバムが、5歳とかなんですよ。これちょっとおかしいでしょ、頭が。5歳とかに、で、しかもドラゴンボールのサントラでしたね。一番最初に買ったの。
なんか多分親にねだったのかわかんないけど、買った経緯を覚えてないけど、おばあちゃんか誰かに買ってもらったのかな。なんか CD 屋に行って、ドラゴンボールの CD があったから、それを買ったんですよ。で、そのジャケットだけ見てね、やっぱドラゴンボールの絵が描いてるから、その、はちゃめちゃが押し寄せてくるみたいな、なんかその、課題曲とかあった、課題曲じゃない、なんて言うんだろう。あったじゃないですか。その、課題曲じゃなくて、なんていうのテーマ曲みたいな。で、それが入ってるんだろうと思ったんですよ。そしたらね、完全にもうサウンドトラックで、もうね、全く入ってない。歌が。で、もう、すごく悲しくなって、一番最初に買ったアルバムだから覚えてますね。なんかそういう、ひたすらそのユーロビートみたいな、サントラだけだったんですよ。で、びっくりして。でもなんかそれを聞いたのが、多分ね、結構小室哲哉さんとか、割とその有名なミュージシャンがもしかしたら参加してたのかもしれないですね。まあ、そのアルバムはもう結局聞かなくなっちゃったんですけど、5歳とか6歳でそれを聞いて、で、そこから友達から借りた、米米クラブですね。これが7歳とか。だから小学校1、2年の時に、もう米米クラブのアルバムを聞いてましたね。で、そこから入ってって、あとはもうずっと音楽の時代に入るわけですけど、まあ洋楽が基本的に、来て、まあビートルズとかそういう古典を聞いて、あとはヘビーメタルとかハードロックみたいなもの。それをやっぱり10代、もう15歳からかな、ひたすら聞いてましたね。だから今でも好きなんですけどね。だから音楽で言うとそのメタルとかハードロックとかそういうものが影響を与えてる。で、その後はずっともうクラシックとかジャズとか、あとテクノとか、そのエレクトロミュージックとかに行ってるんで、ベースとしてでもあるのはやっぱりその一番最初に買ったドラゴンボールのサントラかもしれないって思ってる。で、米米クラブのアルバムでしょう。で、そこからまあ普通によくね、メジャーなものをいろいろ聞いてたんですけど、で、そこからハードロックとかヘビーメタルとか、そういうのを聞いていました。好きな場所はもうちょっとね、いろいろありますね。このホワイトボックスが今は好きかもしれないですけど。はい、前回の Q&A で、パンは食べないですかって。ちまさんね、いただいてます。パンね、食べます。結構食べますね。朝ごはんによく食べたりしてますね。で、一時期やめてた時期もあったんですけど、なんかそのグルテンフリーに興味が出て、グルテンを完全に排除しようみたいな感じの時代もあったし、でも最近はやっぱりこう、消費カロリーが高いので、その分エネルギーを取ってますね。だからパンか、おにぎりかみたいなものを食べるんですけど、軽くね。でもドイツパンとか、ああいうのがやっぱり好きで、でもなかなかそのガチガチのライ麦パン100%のパンを売ってるお店が、まあ東京結構あるんですけど、そういうとこでライ麦パンを買ったりはしますね。もうホールで。あれがもう好きで、むちゃくちゃ硬いんですよ。で、硬くて、日持ちするんですよね。なんか、いつ食っても硬くてうまい、みたいな。バリバリの。あれが好きですね。あとはまあ普通に市販の食パンとかも食べますし、でもうち今、トースターとかそういう焼くものがないから、基本的にもうそのまま食べてますね。でもね、これももう慣れましたね。もうオーブンレンジとかそういうトースターがなくなって久しいんですけど、そのまま食べてます。ただ、その外食、例えばホテルとかに行った時に、その焼きたてのブレイクファストを食べられる時は、やっぱ美味しいですね。パンって焼いた方が、焼いたらこんなにうまくなるんだっていうのをね、いつもね、再発見してます。はい。はい、これも Q&A でいただいてますね。毎日飲んでも飽きないもの。味噌汁とネスカフェ。ごもっともです。はい。毎日飲んでます。味噌汁とネスカフェ。全然飽きない。むしろ味噌汁とネスカフェの方が俺に対して飽きてるんじゃないかなって思うくらい。お前飲みすぎだろって多分このネスカフェとか思ってんすよ。味噌汁とかも、ちょっと飲みすぎじゃないみたいな。だから俺は飽きてないけど、味噌汁とネスカフェが俺に対して飽きてる可能性はあるってこと。物を減らすことで生まれる好循環でいただいています。私も人生行き詰まっていて、でも何かを変えたくて物を捨てていました。物ってしがらみだ。時丸さんを見ていると身軽で生きるっていいなと思います。はい、ありがとうございます。
人生を変えるために、人生行き詰まっていて、っていう人には物を捨てるのはおすすめですっていうのは、何度か話してますね。何も変えられないかもしれないけど、物を捨てるっていうことは結構すぐにできるんですよ。だからそれがちょっと即時的で危ない部分ではあるんですけど、だからその捨てることによって何か変わる気がするから、余計に捨てちゃって何もなくなって危険になるみたいな、行き過ぎるとそういうところになるんですけど、それさえ注意すれば何かこう捨てていく、で整理整頓していくっていうことは必ず自分の人生を前向きにプラスに進めてくれると思います。はい。ただやっぱりね、もちろん僕も身軽で生きたいなって常に思ってるんですけど、やっぱりね、どうしても出てきますよ。しがらみとか。本当にもう、それはもう生きる上でしょうがないと思ってますね。もうそれとの戦いというか、戦いっていうわけでもないですけど、繰り返しですよね。常に身軽になるんだけど、またそういう身軽になったらなったで、いろんなしがらみがね、こう自由になったからこそ出てくるものとかやっぱあるんで、バランスが難しいなといつも思っています。はい。私はファッションの観点からミニマリズムに行き着きました。見た目の美しさや探し物がなくなったこと、生活で生まれるストレスから解放され、人生が好循環している実感があります。時丸さんの影響で物を減らすことにブーストがかかり、登山の観点が大きい。常にデイブレイク一つに自分に荷物をまとめることに成功しました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いや、素晴らしいエピソードの共有をね、ありがとうございます。確かにそのファッションの観点から行き着くっていうのはありますよね。僕もやっぱりミニマリズムっていうのは、やっぱり2016年とか17年ぐらいの頃に、トップメゾンの中でもそのノームコアってね、いわゆる、ノーマルなコアっていうのがトレンドになったじゃないですか。だからそういうミニマリズムのトレンドってやっぱり10年周期とか、大きな波で必ず来るんですよね。その80年代のそのラグジュアリーな感じが来たら今度90年代のちょっとグランジみたいなのが入って、そこからその反動としてミニマリズムっていうものが現れてくる。で、やっぱファッションって本当に僕も好きで、わかりやすいんですよね。その感じがやっぱりわかりやすい。で、デザイナーがやっぱり一番トレンドを作っていくんで、そこでファッションの中でミニマリズムとかノームコアが出てきたら、それが今度マスマーケットに降りてきて、その1年後には結構またミニマリズムが盛り上がってるみたいなね、そういう感じの循環が起きてますよね。デイブレイク一つにまとめてるのもすごいですね。僕が使ってる、今ないか、そっちにありますけど、デイブレイクっていう、17リットルのバッグです。これにまとめるのは結構、僕も難しかったですね。やっぱり55個になってからようやく収まったんで、55個でもパンパンですけどね。やっぱバッグ一つにまとめるっていうのはね、難しいです。でもね、気持ちいいですよね。もうそれだけあればもうどこでも行けるんで、引っ越しもできるんで。はい、これも同じ動画ですね。健康診断の有無と寿命の長短には相関関係がないとチャット GPT に教えてもらってから人間ドック手放しました。これはもう人間ドックより水性ペン1本というスタンスの方が大事だと思います。スタンスの方が大切だと思います。いろんな考え方あるんで、いいと思います。これも健康診断手放すっていうのも多分ね、普通の人だったら、いや、健康診断は大事だよって言いますよね。年に1回ちゃんと検査することによって、その自分の病気とか癌の発見を、できるんで、それは大事だよっていうのが普通の回答だと思いますけど、もう僕はね、もうそういうことすらもう気にしないっていうか、YouTube っていうのは真面目な、ふざけたことを真面目な顔して語るところなんで、なんかその真面目なこと言っててもしょうがないっていうね。そういうのは、ちゃんと医者に相談して、お医者さんの言うことをちゃんと聞いてればいいんですよ。だから YouTube で、そういう、なんか僕はあんまり言いたくないですよね。健康診断を毎年した方がいいとかっていうのはね。もちろんした方がいいんでしょうけど。でもなんかそういうスタイルもあるってことです。いいじゃないですか。人間ドック手放して。僕もね、人間ドックより水性ペン1本の方が大事だと思ってますね。水性ペン1本持ってるから、人間ドック受けられなくなってるわけだからね。で、それ受けるためにボールペン借りてるわけだからね。もうおかしいですよね、ちょっとね。はい。で、たまにね、ちょっと昔のコダックの45か、FZ45 のコメントをよくいただくんですけど、
で、今回もちょっといただいてますね、2週間前。どうやったらこんなにうまく撮れるんですか？編集しましたか？取って出しでしょうか？で、これいつもね、よく答えてるんですよ。編集してるのか取って出しなのかって。僕は大体、コンデジなんかはもう JPEG の取って出しで最近、処理することが多いです。はい。で、仕事とかになるとやっぱりどうしても色補正とかクライアントの要望に応えなきゃいけないので、ローで取っておいて、現像するっていうね。感じ。でもね、この FZ45 に関しては、これローで撮影できないんで、もう JPEG で撮るしかないんですよ。で、JPEG の中でもいろいろ例えば、スタンダードモードにしてコントラストをいじったりとかはできるんだけど、もう僕は基本的にカメラの特性をストレートに出したいので、もう何も編集せずに出しますね。うん。動画とかもそうです。もうグレーディングとかほとんどしてないです。うん。もうスタンダードのノーマルセッティングで撮って出す。はい。そういう感じです。家具なし生活で気づいた5つのこと。あかん。ぐうたらの私はその部屋でマッサージチェアを置いて、ヒーリング音楽流してと妄想してしまう。うん、わかりますよ。いや、僕もやりたいっすもん。うん。部屋でマッサージチェア置いてね、ヒーリング音楽流して、なんかお香とか、ちょっといい香り焚いてね、ドワーンってやりたいっすよ。バーンっていうね。うん。わかるよ。でもね、まあそういうのは、うん、もういいんですよね。もう通ってきたというか。うん。でもヒーリング音楽っていうのは結構、まあ、僕の先生のクラスとかでもよく音楽をかけてくださったりするんですけど、うん、好きですね。なんか民族音楽みたいなものとか、あとアフリカの、なんだっけ、スチールドラムとか、なんかそういう古典的な楽器を使ったようなものを流しながら、ヨガとか瞑想するっていうクラスがたまにあるんですけど、うん、そういうのはね、やっぱ心地いいですよね。うん、まあそういう使い方もできますよね。だから物がないと何にでもなるってことです。だから自分が好きなようにできるんで、そういう使い方やりたいなと思ったら、ここにマッサージチェアを置いて、ヒーリング音楽流せばいいだけの話なんで。ただまあそれを捨てる手間とか考えると、まあ、僕は何も置かないことを選ぶっていう感じですね。はい、物を減らすことで生まれる好循環で、いつも楽しく拝見しています。節約系ではなく、精神的なあり方としてのミニマリストで、日本人は希少なので、興味深く拝見しています。質問です。ミニマリズムは禅や仏教とも重なる部分があると思いますが、親鸞はお好きですか？他の配信者の動画に時丸さんに似た手元が映っているのですが、登場したことはありますか？はい。まず、仏教や禅に重なる親鸞。親鸞っていうのは多分浄土真宗を作った人ですよね。別に好きでもないですね。うん。そんなに、深く勉強してないです。その辺は。配信者の動画に時丸さんに似た手元が映っている。誰だろうな。これ、多分ないですね。僕そんなコラボとかやってないんで、うん、多分僕じゃないですね。で、そういうサブチャンネルとかもやってないんで、もうこのチャンネルだけなんで、時丸田中。うん。なんで僕じゃないと思います。同じ動画です。久しぶりにコメントします。いつも動画を見ながら色々と思考を巡らせています。最近街中で何かを買おうとするとき、いつも決まって天使と悪魔のように、ミニ田中時丸が脳裏に現れて、それは本当に必要なのかと問われます。そこで、ハッとなって歩みを止めて、結果買わなかったということがよくあります。物を減らす、物を増やさないという意味では、いつも時丸さんに助けてもらっています。これからもよろしくお願いいたしますって。はい。多分いつもコメントいただいている方ですね、よく。いや、ありがとうございます。これね、面白いですね、これね。街中で買おうとするとき、いつも決まって天使と悪魔のように、田中時丸が脳裏に現れると。お前が欲しいのは、この金の斧か、それともこの銀の斧か。いや、どちらもお前には必要ないのではないか。みたいなね。なんかね。そういうこと言うんでしょうね。うん。金の斧を買ったらお前は裕福になれる。しかし、それは使うにつれて金属がすり減って結局なくなってしまうだろう。銀の斧を使うと、それは丈夫で長く使える。しかし、みたいなね。なんかそういうね。うん。はい。でもね、なんかこの感じだと、このことで僕が思いつくのは、僕もね、結構ありますね。例えば今までお世話になった先生とか師匠とか、
そういう人たちだったらどう考えるだろうっていうのを結構よく自分のその思考トレーニングっていうのが、なんかつまずいた時とかに考えることありますね。自分がその人になりきるってことです。はい。これはもう誰でもいいと思うんですよ。友達とかでもいいだろうし、先生とか、お世話になった人とかでもいいだろうし、自分がその影響を受けてる人とか、リスペクトしてる人。この人だったらどう考えるか。だから、これを買おうとしてる時に、この人だったらどう考えるかとかね。そういうのを考えると、ちょっとワンクッション入って、自分のだけの考えとはまた違う客観的な側面っていうか思考が入るんで、ちょっとよりね、豊かな選択とか、豊かな方向性を探すことができるようになると思ってますね。だから僕も結構よくやることかなと思います。はい。はい。これ結構コメント多かったんですけど、20歳でミニマリストになる前に知っておきたいことで、英語でいただいてます。Absolutely right. I'm the same position you argued. Early 20s minimalist, no friends, no desire, no hope. はい。ね、やっぱりその20代でミニマリストになると、あなたと同意見で、友達もいなくなるし、desire、欲望もなくなるし、希望もなくなりますよっていうね。これもその時はいろいろ語ってると思いますけど、結局使い方の問題なんでね。だから早く始めるのに越したことはないっていうね、考え方もありますしね。バランスよくやった方がいいんじゃないかなっていう感じで、そういうニュアンスですね。はい。はい、同じ動画で、人間関係や体験は減らさない方がいいと私も思います。最近はかなりたくさんのものをレンタルできますので、所有する前にどんどん借りて試してみるというのがいいんじゃないでしょうか。図書館や公共施設などもと。はい、これは素晴らしいコメントですね。でも確かに、本当にもう10年前、20年前と比べて違うのは、もうシェアリングエコノミーの発達ですよね。だから本当に所有しなくて良くなってる時代になってるんですよ。で、車とかもそうだし、アマゾンでいろいろ物が買えるっていうのも結局はさ、買って試着してそれでダメだったら返却すればいいっていう、そういう感じになってると。だから本当にそのシェアリングなものが本当に増えてるので、今の時代はね。だから自分で買わなくても、お金かけなくても、ミニマルに暮らすことはできるっていう。で、ただその人間関係だけは削らないっていうね、とか体験とかはね、そういうところはやっぱり人に借りれるものではないので、やっぱ経験とか体験っていうのはもう人それぞれ感じ方も違うし、同じこととかね、そういう同じ冒険とかがもうインターネットの中にはいろいろ溢れてるわけですけども、この間もほら大学生で、ヒマラヤの未踏峰、誰も登ってないところにね、到達した人たちいたじゃないですか。あれと一緒で、やっぱり体験っていうのは本当にその未踏峰とかね、そういう誰も登ってないとこっていうのは、それだけで価値はあるんだけども、同じとこ、同じその旅行先が溢れていたりするけど、それで見て、こんなもんかって思うのと、やっぱり行ってみて体験するのって全く違うんですよね。だからそれはもう人によって感じ方が違うからっていうのが、もう人間それぞれ、あると思いますね。だからそこは削らない方がいいと僕も思います。はい、物を減らすことで生まれる好循環。こんにちは。最近ヨガにちゃんと通うようになって3ヶ月くらい経ちますが、いつも行く山に登山に久しぶりに行ったら、あれ、何か息切れあまりしない。上でいつも心臓をバクバクしてきつかったのに、今日は全然大丈夫だとなりました。それってヨガの呼吸法が効いてるのでしょうか？鼻から吸って口から細く長く吐くっていう感じのです。続ければ登山の幅も広がるなと思いまして。もう少し登山の経験を積んだら、北海道の旭岳や屋久島にも行ってみたいと思ってます。はい、コメントありがとうございます。これはね、間違いなくあると思いますよ。ヨガの呼吸法の効果が出てると思います。これはもう間違いないです。はい。で、この間、メルマガでも紹介したんですけど、ブレスっていうね、本があるんですけど、そこに、その呼吸法を科学している人の、その経験談とか、研究結果が書いてるんで、それ見ていただければわかるんですけど、呼吸っていうのは、ゆっくり長くする。で、最近の人たちっていうのは呼吸が速くなりすぎているっていうことですね。で、ヨガっていうのは、特にアシュタンガヨガなんかは、この人は鼻から吸って口から吐くって書いてますけど、基本的に鼻から吸って鼻から吐くっていうのが基本です。
それがもう呼吸の基本。もう鼻呼吸であるっていうこと。で、特にアシュタンガヨガはそうなんですけど、ハタヨガもそうですけど、基本的にその動きの一つに合わせて吸う、吐く、で、吸う、吐くっていうのを繰り返していくので、その動き以上に呼吸をすることができないようなメソッドになってるんですよ、ヨガって。だから自然と呼吸の回数が減らされるんですよね。そうすることによって二酸化炭素の濃度が上がって、高地トレーニングとか、いわゆるその無酸素トレーニングみたいなものをしている状況と同じ状況になります。だから当然、肺活量とかが上がったりするし、その肺のね、機能がアップするっていうのは、これはもう科学的に証明されていることです。だから、その日常的にヨガを行う、しかも正しい方法で行っていると、その呼吸法が山に生きてくるってことはあります。で、僕も山登るときは、もう基本的に、鼻イン、鼻アウトで、もうずっと鼻呼吸ですね。で、もう口呼吸になったら、それは自分が急ぎすぎているとか、もう疲れすぎているってことなので、休憩をとってペースを落としたりします。それが一つの目安。もうずっと鼻呼吸。で、最近は僕はランニングもずっと鼻呼吸でしていて、これ最初ものすごくきついんですけど、慣れてくると、ものすごく楽に走れるようになります。だいたいほら、多分ランニングってよくほら、これもこう鼻から吸って口から吐くみたいな風に習ったと思うんですけど、学生の頃とかに。でもそれを鼻イン鼻アウトでずっとそのヨガの呼吸してるみたいな感じでランニングするんですよ。軽いジョグですけどね。そうすると、結構瞑想状態な感じにも入れるし、ものすごく楽に走ることができます。で、体力、なんか疲れないんだよね。全然疲れない。鼻呼吸をしていると。ぜひ試してみてください。はい、太郎東京さんの動画ですね。今年はスウェット探していたのですごく参考になりました。ウォッシュ後の様子や縮み具合もシェアしていただけると非常に嬉しいです。はい、もうウォッシュね、結構してるんですけど、全然縮まないですね。全然縮まない。もう今もずっと着てますけど。で、まだもう10回ぐらい洗ってるかな。でも全然こういう首元のダメージとかヘタリとかもないし、今のとこね、ものすごく、良好です。すごく良かった。これは手に入れて、本当に。太郎東京さんのおかげなんですけどね、スポンサードしていただいたんで。もうひたすら着てますね。はい。これはもう本当におすすめです。はい。で、同じ動画で、スウェットは手首のリブが擦り切れて破れるぐらいクタクタになったのが好きです。わかる。わかる。それがファッションだよねって思いますね、僕も。もうこの辺のがね、擦り切れてね。やっぱ古着好きな人とかってそうですよね。そもそもそういうものしか残ってないから、その当時のヴィンテージものとかっていうのは。でもその風合いを自分で出していくっていうのかな。なんか擦り切れたりするのはね、本当に好きですね。その見た目がなんかみすぼらしくて嫌いっていう人もいると思うんですけど、僕はそういう、やっぱ馴染んだ服とか、擦り切れた服を着てる人を見ると、かっこいいなって、ファッションしてるなって、いつも思いますね。はい、ハイキングの動画です。繰り返し見たくなる美しい絵ですね。ただひたすら歩く。時丸さんは車を所有されていないということで、登山口までの移動に不便を感じることはないですか？車手放して身軽にはなったものの、唯一登山するときの移動にだけは不便を感じます。はい、これはですね、車ないと確かに不便ですね、登山は。場所というよりもやっぱりそのアプローチ時間の方が僕は問題だと思っていて、その電車とかで公共の交通機関を使うと、朝早く登山口に到着できる時間っていうのが、もうそれに限られるじゃないですか。だから、東京からね、そういう山梨とか長野とかの山に行くとなると、やっぱりそのスタートが遅くなるんですよね。で、車だったらその夜明け前にだからみんな到着して、で、駐車場でちょっと仮眠して、朝のもう5時とか6時から登り始めるみたいなことができるんですけど、そのやっぱりアプローチのタイムが遅くなってしまう、時間が遅くなってしまうっていうのがちょっと問題。で、そのアクセスに関しては、僕はそんなにその車のない不便さを別に感じてなくて、なぜなら、その理由としては2つあって、まず車で
行ける山、車でしか行けない行けない山っていうのを選ばないってこと、そもそも。だから電車とかバスとか歩いて、到着できる、トレイルヘッドに到着できる山を選ぶっていうのが一つですね。で、もう一つは、そのバックパッキングの過程を楽しんでるってこともあるんですよ。だから自分が荷物を減らしているってのは、自分のバッグの中に入る荷物だけで生活するっていうことをやってるのは、車を使わないでいいようにするためでもあるんですよね。うん。やっぱりその持ち歩ければ、もうそれでね、歩いたまま歩きだけで行けるわけで、自分の荷物が少なければ。だから、そういうこうミニマリズムの観点からも車を持たないっていうのかな。歩きだけでやるってことをやってますね。はい。だから、車持ってた時期もあったんですけど、東京来てね、そういうこう撮影の仕事とか、で、山で撮影する仕事とかやってた時は、車に乗って登山口まで行ってってやってたんですけど、今はそのスタイルは取ってないっていう感じですね。はい、コントゥー、バックパックの動画です。こんにちは。いつも楽しく拝見しております。質問ですが、日本のミニマリストの方々を見て何か覇気がないように感じることがあるのですが、海外のミニマリストの方々や時丸さんは楽しんで生きてらっしゃるように感じます。やはり登山やヨガなどが精神的にも影響し、見た目にもそれが現れているのでしょうか。考えをお聞かせいただければ幸いです。次の動画も楽しみにしています。ありがとうございます。どうなんでしょうね。僕はそんなに最近見ないですけど、でも、ミニマリストの方々っていうのは、でも覇気がないように見えるのかもしれないですよね。それはなんか物がなくてね、一人でこういう部屋に回って暮らしてると、気持ち落ち込んできたりとかってね、いうのはあるのかもしれないけど、でもそれは別になんか、ミニマリズムとはそんなに関係ないような気もしてるし、で、この方おっしゃってくださってるように、その海外のミニマリストとかっていうのは確かに、むしろその結構ゴリゴリのマッチョのやつとかがやってたりとか、ゴリゴリのそのハードロック好きのやつが、その僕の好きな人もそうでしたけど、なんかものすごいその、パンクなやつが物持たない生活してるみたいな感じが多いですよね。日本特有じゃないですか、だから。なんか何もやることないからとりあえずミニマリズムやっとくみたいな人はそうなっちゃうんじゃないですかね。で、やっぱりその登山とかヨガとかの方が、どちらかというと僕の場合はベースにあるんで、そっちが先にあって、それを効率的に回すためにミニマリズムを取り入れてるっていうだけなんで、あと写真とかね、これまでやってきた仕事とか、そういうものがベースにあるのはあるかもしれないですね。だから何もなくてさ、そのなんかミニマリズムって、その別に、それでどうこうなるわけでもないじゃないですか。それだけやっててね。もちろんそれを職業にするとかっていう考え方もあるのかもしれないですけど、でも職業としてはやっぱ難しいですよね。なかなか成り立ちづらいですよね。だからそのなんかそうなってくると何もないってことになっちゃうんで、やっぱりこう、何か別のアクティビティとか自分の活動があって、で、それに対してミニマリズムを適用するっていう方が、なんかこう、ここで言うその覇気とか、その精神的な、見た目に影響するかわかんないですけど、その精神的なこととかは、なんかこう、芯ができる感じはするのかなとは思いますね。はい、これもバックパックの動画かな。いつも楽しく動画を拝見しています。底面アクセスはパランテではなくコントゥアがオリジナルだったんですね。いずれにしても膝を痛めたヘタレオートバイキャンパーの私にはハイスペックすぎて手が出せませんが、UL に傾倒しつつあるのと大好きなハイカーさんご夫婦がハイパーライトマウンテンを使っているので大いに魅力的です。田中さんは PCT スルーハイクにチャレンジするおつもりは終わりでしょうか？その動画と画像の撮影技術を持って私たち視聴者に素敵な風景を見せていただきたいです。他力本願ですみません。本当に足が痛いんです。足大丈夫ですか？でもオリジナルは多分そのパランテだと思うんですけど、だからパランテが多分最初にやって多分コンタ、ハイパーライトがやってるって感じだとは思うんですけどね、順序的には。PCT は、行きたいんですよ。歩いてみたいなと思いますけどね。でもちょっと自分にとってはまだまだ遠いところにありますね。1ヶ月とか3ヶ月だっけ
ぐらい歩き続けるっていうことが、ちょっとどういうことなのかっていうのは想像できないですよね。もう全く何も仕事ももちろんできなくなるし、それだけが主軸になってしまうと、いろんなことにこう影響が出てくるし、でも大きな夢ではありますね。いや、いつかちょっと、PCT じゃなくてもいいんでね、アメリカのちょっとトレイルを歩きたいなってのはあります。はい。たまに動画見てます。なんだか最近、玉木宏さんに見えてきました。もうこう、嬉しいお言葉を。ありがとうございます。全然言われたことないですけど、でも僕、玉木さん好きなんですよ。なんだろうな。やっぱり一番最初衝撃的だったのが、宮崎あおいさんと出てる、ただ君を愛してるっていう映画ですね。カメラマンの映画。で、カメラマンになるんですけど、そこでの玉木宏がね、もう情けないっていうか、宮崎あおいさんがもう強いんですよ。で、ぐいぐい引っ張っていく感じなんですけど、そこに、玉木さんがね、でもまあ役は役でむちゃくちゃハマってて、で、そこからなんか、もうめちゃくちゃその時多分も若いんですけど、どんどんいろんな映画とかドラマとかに出るようになって、あと、のだめカンタービレとかが、やっぱああいうのだめカンタービレ印象に残ってますね。いい役者だなと思いますね、本当に。はい、直近のですね、少ない靴で暮らすときに考えることでいただいているコメントです。読み上げていきます。はい、ありがとうございます。これ結構皆さん、いろいろお勧めくださって、で、かなり面白いなと思いました。鬼塚タイガーのタイガーアレイ、アリー、ランニングシューズっぽくて良いですよ。鬼塚履いたことないんですよ。ちょっと調べてみよう、鬼塚タイガー。で、やっぱ靴の選び方って難しくて、本当に。僕の場合はもう、ランニングとハイキング、そして、ゼロドロップシューズ、ヨガをやってるんで、そのヨガのアクティビティに、ヨガに効くようなシューズ、自然に近いシューズが、やっぱりその一番そのミニマリズムを体現できるものだと思っているんですよ。だからそういうところもあって、なかなかね、一般的なシューズっていうのはフィットしないなっていうのが、最近自分の中で、分かってきたことです。はい。鬼塚のタイガーアレイ。1980年代か。なるほど。スエードアッパーで、ちょっと重いですね、重さがね。で、ロード用なんで、後ろの多分、ソールのグリップが完全にロード仕様ですね。これはちょっと山ではってことになってくるんですよね。でもかっこいいですね。ランニングシューズですね、これはね。使えると思います。ヨガを始めてからは裸足です。靴はアールバーズです。オールバーズか。アールバーズ。はいはいはい。オーストラリアのメーカーですよね。で、結構そのウールとかの素材を使って、僕もこれ履いてみたいなとは思ってるんですけど、まだ未経験です、オールバーズは。なんか一時期、2、3年ぐらい前かな、に急激に流行り出しましたよね。で、結構軽くてね、なんか評判は高いですよね。でもなんかこう行く気になれないんですよね。はい。シューグーで補修して限界まで使い切るというのはどうでしょう。自分はスケシュー一足でやってます。丈夫なので2、3年いきますよ。走るのはちょっときついかもしれないけど。これはいいですね。スケーターの方でしょうね、多分ね。僕もスケートをやってたんで、下手くそだったんですけど、スケボーやってましたね。スケボーを移動手段として使ってましたね。で、スケシュー一足でやってるってすごいね。かっこいいですね。で、それで2、3年持ってる。で、やっぱそのシューグーがポイントなんですよね。で、これシューグーは、存在は知ってて、僕のそのスケーターの友達もやっぱ使ってましたね。で、今回、その、ビボペアフット結構傷んでるんですけど、もう、限界まで使い切ろうかなと今思ってます。自分の中でも。でも確かにそのシューグーを買って、ちょっと補修してみるのありかもしれないですね。はい。ありがとうございます。コメントいただいて。やっぱこう穴が開くとかいうね、意見多いんですよね。はい。私もランニング軽いトレランとやるのですが、ニューバランスの574とかいいんじゃないかと思ってます。そうですね。クロスカントリー用らしいですし、デザインも普遍性があって、履き潰されたニューバランスの感じも好きです。私は普段は、夏はルナサンダル、寒くなったらニューバランス1400
ランニングの時はアシックスのグライドライドと履き分けています。全部良い靴なんですが、エクストリーム病にかかってしまったので一足にまとめたいです。問題は雨の日。これはもういろいろ面白いエピソードの共有、ありがとうございます。本当に。これはね、詰まってますね。で、ニューバランスは僕も好きでずっと履いてました。で、574も履いたことあるし、1400もハマって一時期、1400だけの時もありましたね。雲の上を歩いているような履き心地とかって言われて。で、ちょっとスティーブ・ジョブズとかが履いてるから、ちょっとカリフォルニア系のね、インスパイア、テック系のインスパイアもありながら、で、スティーブ・ジョブズってことで、やっぱり、なんかこう、ミニマリズムの雰囲気ともマッチするっていうのかな。ニューバランスはね、ちょっとね、履き心地が良すぎるんで、もう僕やめちゃったんですよね。これはもうおかしな話なんですけど、これなんか履き心地が良すぎて足がダメになるなっていう感じがなんとなくして、もちろんそういうことはないと思うんですけど、なんか人間工学的にね、ちゃんと作られてるとは思うんですけど、ちょっとね、ソールが厚いんですよね。で、ランニングでアシックスのシューズも僕も使ったことがあります。はい。ブルックスのシューズ使うまではずっとアシックスのランニングシューズでしたね。を履いてましたね。確かに。でもこれは多分この方は全部使い分けてるんで、多分その耐久性の問題とか多分全然ないと思いますよね。日常と。で、暑くなったらルナサンダルでベアフットっぽくやって、で、問題は雨の日。そう、雨の日はまたね、別のファクターで問題になるんですよ。で、これはその靴が防水か防水でないかっていうところももちろんあるんですけど、防水になると今度ね、蒸れやすいっていう状況が発生してくるんで、必ずしもそのゴアテックスみたいなものでなんか防水性の靴がなんか全てに対応できるかっていうとそうじゃないんですよね。だから最近はなんか自分はその普通の、安っぽいっていうかそのニット素材もそうですけどビボもなんかあえてその防水性能を排除したものを履くようにしてますね。で、濡れたらもうしょうがない。もう濡らしといて、あとはもう足を乾かす。で、靴下をなるべく薄手にしておけば、薄い靴下だったらすぐ乾くんで、そういうところで工夫したりしてますけど、難しいですね。はい。雨の日は雨の日でね、ブーツとかだと本当に完全防水で長靴的に使えたりするんで、そういう時期もありましたけどね、ブーツ、ゴアテックスじゃないけど、ゴアテックスか、ダナーとか、サイドゴアのレザーブーツとか履いてる時もありましたね。でもその時はやっぱ雨の日とか雪の日は全然濡れなかったから、確かに楽だったんですよね。はい、ハマりすぎて毎日見てます。ちなみに私はニューバランス996を履いています。時丸さんはミニマリストとしても面白いですが、人としての意思、こだわり、思想があってとても面白いチャンネルだと思います。時丸さんは理系の人ですか？ネスカフェゴールドブレンドのイメージキャラクターになる人物だと思うので応援しています。ありがとうございます。はい。で、996、これもね、僕は履いたことあります。なんかやっぱそのニューバランスにはまるとなんかいろんなモデル履きたくなって、結局いろいろ履いちゃってるんですけど、で、理系ではなくて文系ですね。ガチガチの文系です。はい。人文学で文化人類学っていう学問を専攻していました。ネスカフェゴールドのイメージキャラクターって、これちょっとこれに僕インスパイアを受けて最近、なんかその過去の CM とか見返してるんですよ。ネスカフェの。で、70年代とか80年代のネスカフェの CM って、ほとんど出てるのって、外国人っていうか、西洋人なんですよね。ヨーロッパかアメリカの人なんですよ。で、そこで日本語のナレーションが入る不思議な構成になっていて、結構ね、あれもね、ネスカフェと同じぐらいくどいというか、癖になる、感じですね。パリジェンヌの朝はこれで始まる。いつもそばにいるネスカフェ、ゴールドブレンドみたいな、ちょっとね、癖になる感じはあるんですよ。不思議な CM ですよね、あれ。あれどうやって作ってるんだろうっていうか、コーヒーのことそんな出てこなくて、やっぱバックグラウンドを重視してるんですけど、あれその日本のために作ってるのか、それともその全国、世界展開してるものを、ナレーションだけつけて日本っぽくしてるのか、でも取り下ろしなのかなっていう気もするんですよね、なんかね。でもバブルの時代でね、で、ネスレとかその世界企業で、
そういう予算はあっただろうから、取り下ろしなのかもしれないけど、で、ナレーションとあと、歌があるんですよ。ネスカフェの歌が。あれすごくて、ラジオ体操の歌みたいに、で、その、歌ってる人の名前がね、ちゃんとこうクレジットで出るんですよね。で、それもう長く、70年代からずっとこうやってるから、あれすごいなって思いましたね。いや、イメージキャラクター、なれるかな？なりたいですけど、なれたらいいですけどね。イメージキャラクターになってからあれだね、モーニング娘。のピースで渋谷の道玄坂の上から下まで降りていく PV を作るっていうのが、そうしようかな。そうしよう。ネスカフェ行ってからのモーニング娘。っていう。あれ、これ面白いなと思ったコメントがあって、足を一つの靴に慣れさせないように、あえていろいろ履くのもありかなと。メレルもベアフットシューズを出してますよね。これは僕ハッとさせられましたね。ありがとうございます。そう。一つのものに慣れさせないっていうのは結構大事なんですよね。いろんなことで。それが慣れてしまったものが自分の骨格とかに実は合ってなくて間違ったものだったりすると、もうそれが積み重なって自分の体に支障が出てくるっていうのがある。で、それはサプリメントとかもそうだし、常飲してるその薬とかもそうだし、なんかね、その一つのものにこう依存しないっていうのかな。それは結構ミニマリズムっぽいっていうか、ミニマリズムのテーマでもあるんですよね。なんかミニマリズムっていうものを少なくするっていうふうに考えてしまうんですけど、必ずその一つのものに依存しすぎると、それがちょっとね、危ない時があるんですよね。例えばほら、よく食品とかでも、なんか一つのこう食品をずっと食べてて、で、その食品に入ってたものが体に害を及ぼすものだったみたいな時って、やっぱりそれだけリスクが高まるじゃないですか。自分の、体が害をね、受けるリスクがね。いろんなものに分散する。それも足もそれと一緒でやっぱり、慣れすぎも確かに良くないんですよね。だから、なんか自分も、今もう少ない靴で暮らしてるものだから、なんか他の靴を試着した時に、なんかこれもう無理かもしれないっていうか、履けないかもしれないって思う時があるんですよ。だから、もう1年半、ビボしか履いてないから、もうそれにもう足が完全に慣れてしまっていて、しかもベアフットシューズっていうのは他のシューズと全くその感覚が違うので、そっちに慣れちゃって、もう多分他のシューズ無理かもなって、今思っちゃってるんですよね。で、また結局ビボに戻るのかなとかね、なんかそういうことを思ったりしてて。だから実は、その足にやっぱり慣れさせないために、自分をフラットにするっていうか、フレキシブルにしておくために、一つのものにあえて慣れない。だからいろんな靴を順繰り履いていくっていうかね。そういうのが大事なのかもしれないですよね。まあそうなってくると、やっぱりいくつか持ってた方がいいってね、結局そういう風になるのかもしれないですけどね。とても考えさせられましたね。ハッとしました、これは。はい。もういろいろね、コメントいただいてて、革靴のこととか、あとキーンだね。キーンとか、あと、スケッチャーズ。クレイグはスケッチャーズも履いていたって。これは確かに履いてましたね。はい。で、革靴の人もいますね、やっぱね。これ面白いですね。靴について考えてきて、結論は紳士靴の革靴になりました。はい。中高生の頃は学校革靴で何でもやっていた。確かに。サイズ合ってれば何キロでも歩ける。糖質性が良くスニーカーより快適。長持ち。マイケル・ジャクソン。踊ってる。愛すると抜けられない。でも愛すると抜けられないっていうのが一番多いんじゃないですか、革靴って。僕もね、もう革靴ハマってる時は革靴しか履いてない時ありましたよ。いろいろエドワード・グリーンとかジョン・ロブとかチャーチとか。で、一番好きだったのはチャーチでしたけど、なんかチャーチの靴ずっと履いてましたね。でもね、やっぱりヨガやり始めてから、やっぱその素足の良さっていうのに気づいたのと、あとはやっぱ革靴っていうのはどうしても革靴の形、木型みたいなものに自分の足の形を押し込めてしまう。で、もちろんその耐久性とか、実はその匂いが全くしないとかね、革靴って全然匂いしないんですよ。裸足とかで履いても。その革のやっぱ力ってすごいんですよね。はあるんですけど、やっぱ山はね、厳しいんですよね。山とかランニングは特に厳しいです。で、もちろん走れなくはないんだけど、それよりももっと快適に走れる靴があるっていうことになると、やっぱそっちをね、選んでしまいますね。はい、サロモンですね。サロモンとトレイルランニングシューズで軽い登山ならいけるし、アスファルトは走れるし、街切りもかっこいいよ。
はい。サロモンは、僕一つだけ試したことがあって、で、これ山用のモデルだったんですよね。で、ただ、むちゃくちゃ良かったです。履き心地もいいし、クオリティも高いし、で、やっぱりもともとフランスで、まあ、登山メーカーとして生まれたブランドなんで、で、それが今結構マッチバッキっぽくはなってますけど、トレランシューズとかランニングシューズもむちゃくちゃ出てて、で、僕が履いたのが、ちょっとモデル名忘れちゃったんですけど、山用だったんですよね。それ実は去年ぐらいに試してて一回。で、それがね、ちょっと硬すぎたんですよ、ソールが。で、それでちょっと諦めちゃったんですけど、トレランシューズの方は良さそうですね。あれどうやら。うん。結構サロモンを履いてる人結構多いんですよね。うん。だからトレランシューズだったらいいのかもしれないですね。そう思ってますね。はい。日本人ならわらじでしょうって。ね、いや、わらじは興味ありますよ。でもさ、売ってんのかな普通に。まあ、いわゆる、わらちの、タラウマラ族が履いてた、そのゴムサンダルの、いわゆるわら版ですよね。だから多分構造的には近いんですよ。完全にベアフットシューズっていうのかな。ベアフットシューズの元祖ですよね、わらじっていうのは。だからやっぱ結局そういう薄いソールのものに行くのかもしれないですね。まあ、やっぱ耐久性の面では、まあ、ゴムとかよりももちろん落ちるだろうけど、興味はありますね、わらじは実際。うん。履いたことないよね、だって。わらじを履く機会ってさ、ないでしょ。なんかあったか。でもなんか、小学校の頃とかになんかそういう日本文化体験とか、なんかやってましたよね。なんかそういう時にもしかしたら、履いてたのかもしんないけど、下駄とかはね、普通にありますけど、わらじって、下駄とか旅はあるけど、わらじってなかなかないですよね。履く機会が。うん、結構穴場かもしれないね。はい、もう一点。これムーンスターの旅俳句良いですよ。で、これ僕調べてみたんですよ。で、これ良さそうですね。ムーンスターの旅俳句。うん、なんかほぼビボっぽいっていうか、しかも日本のメーカーのムーンスターですよね。結構昔からある。よく体育館シューズとか、そういうものを使ってたりとか、学校の上履きとかにも下ろしてたりとかね、するとこですよね、多分ムーンスターって。で、そこがこういうラインを最近出してたんだっていうのは僕全く知らなくて、だからこのコメントで知りました。本当にありがとうございます。ちょっとこれ試してみるかもしれないです。旅俳句。うん。むちゃくちゃ気になってます。で、自分のその思想とも全くマッチするし、ランニング登山、で、ベアフット。で、ゼロドロップなんですよ、これ。完全なんですよね。うん。で、しかもちょっと防水っぽい感じもあるし。で、アッパーはちょっとメッシュで、意外と抜けも良くなってるっていう。ちょっと試してみるかもしれないです、これ。ありがとうございます。私は足が臭くなる人なので、最低でも日常履きが3足必要です。はい。ありがとうございます。これはもう大事な問題です。足が臭いとね、萎えますからね。自分も萎えるし、人も萎えさせるし、足の匂いが臭くないことに越したことはないっていうか、うん。で、これはやっぱり、もちろん人によって体臭とかね、いろいろあるから、なんとも言えないとこだけども、自分が工夫していることとしては、やっぱりウール素材のソックスを履くっていうこと。うん。あとは足をちゃんと洗うってこと。うん。あとは常になるべく裸足で過ごす時間を長くするってこと。うん、これくらいですね。うん。それでね、なんかそんなに足の匂いは、しない。自分ではね。自分ではしないけど、なんか人にとってはね、ちょっと気持ち悪いかもしれないけども、大丈夫ですね、今のとこは。だからその3つを心がけてる。ウール素材を使う、なるべく裸足で過ごす、足をよく洗う。で、やっぱ、ウール素材のソックスって結構すごくて、で、足が臭いって人は、足そのものではなくて、靴下が臭い可能性の方が大きいですね。靴下にやっぱり雑菌が溜まるんで。だから綿とかの靴下は匂いやすい。で、特にランニングとか登山とかアクティビティをする人たちはもうそれ気づいてると思うんで、結構やっぱりそういう人たちはテクニカルな化繊だったり、ウール素材だったりを使う人がやっぱ多いですね。うん。で、やっぱり常に足の状態を良好に保つっていうのは裸足でいることなんですよ。うん。これはまあ、ヨガやってることが自分にとってはまあ、いい効果を生んでるのかなと思いますね。
午前中ずっとヨガやって、で、昼ちょっと休憩して、また夕方からヨガやってみたいな。だいたいむちゃくちゃ寒い、その冬とかでない限り、もうだいたい裸足で過ごしてますね、自分もね。部屋の中とかではね。で、あとサンダルとか、を履いて、なるべく風通しを良くしてるって感じですかね。はい。はい。ちょっとね、長くなりましたね。いろいろまだね、たくさんコメントいただいてるんですけど、ちょっと時間もあれなので、今日はこれくらいにしたいと思います。いつもご視聴いただきありがとうございます。この番組では、ふざけた感じで、ミニマリズムとか登山とかいろいろ、ふざけたことを、真面目に語るチャンネルです。をやっています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それから週に1回土曜日ですね、エクストリームミニマリストのニュースレター、私のニュースレターを配信しています。それからノートで自分の持ち物を公開していたりとか、コンテンツクリエイター向けのサークル、メンバーシップみたいなものをやっています。動画作ってたり、写真撮ってたり、発信興味がある人だったり、そういう人たちはぜひご参加ください。あとは、ポッドキャストですね。これ、時丸田中のモーニングレディオっていう名前で、ポッドキャストを配信しています。で、前は週3回ぐらいやってたんですけど、最近はもう不定期で、だいたい週に1回とか2回、放送していますので、そちらもチェックしてみてください。それではまた次回の放送で。ミニマリストのタイムラインをコーヒーというこの香りで刻んでいく。今日もネスカフェゴールドブレンド。